皆さん、こんにちは、ライです。今回の動画は、ギターの耳コピについての動画となります。そして、この動画は、声が主体となるコンテンツですので、聞き苦しい私の声より、機械音声の方が時代に沿っていると思いまして、ボイスボックスを導入しました。長い動画となりますので、複数回に分けてお届けしていこうと思います。まず、たくさんのご要望があったにもかかわらず、配信が遅くなってしまい申し訳ありません。耳コピというものについて、改めて初心に振り返り、自分なりの手法を研究し、ようやく考え方を整理できました。あくまで私の手法となりますが、皆様のお役に立てれば嬉しいです。初回コンテンツとなりますので、注意点を述べさせていただきます。まず、基本的に私のチャンネルは、イングベイ・マルムスティーンの曲を多く取り扱うため、マエストロの曲を耳コピする前提で話をすることが多いです。次に、ここから先の内容は、耳コピ初心者の方であっても、なるべく理解できるよう、必要以上に細かい説明が含まれます。次、私の経験則による手法であるため、それが正しいのか、あなたにとってプラスとなるのか、正直わかりません。淡々と語り、説明してゆく動画であるため、人によって合わない方、眠くなる方もいると思います。特にこの概念編については、聞いてても面白くないと思います。しかし、今の私にとっては、非常に重要だと思っており、何かのヒントにつながればと思い、作りました。まあ、注意点はこのくらいでしょうか。前置きはこのくらいにして、本題に入りましょう。耳コピとは、本物に近い演奏を目指すにあたり、目標となる演者の奏でる音に限りなく近い音を演出するための地道な作業と思ってます。耳コピを行う上で、その曲が弾けなくても、それほど弊害にはなりません。ではなぜ耳コピが必要なのか、という点で、持論を述べます。私は耳コピをする前は販売されているタブ譜を見てコピーをしておりました。当然イングベイのタブ譜もたくさん買った記憶がございます。タブ譜を見てコピーしていた頃、痛烈に感じたのは、弾くのが異様に難しいということでした。ありえない運指の必要性や、弦飛びなどが数多く記載されており、イングベイをコピーすることの難しさを前に、イングベイほどの巨匠ならば、このぐらいのことができてしまうんだな、と弾けない自身を納得させて済ませておりました。このようにタブ譜を信じきっていた私は、タブ譜の通りに正確に弾こうと練習しておりました。いつまで経っても弾けない、弾けても何かが違う。そして無理な奏法をするようになってゆき、ついには右手に変な癖がついてしまい、問題を抱える事態となりました。当時はインターネットなどはなく、弾ける人の演奏を見れなかった時代でもありました。ある時、ライブ映像を見ていた時です。イングベイの運指は流れるような美しさがあり、タブ譜に記載されている運指とは明らかに異なっていることに気づいたのです。当然、イングベイはライブで原曲通りに弾かないということを知った上での気づきです。以降、私はタブ譜を見ることをやめました。自身で耳コピし、それがたとえ誤っていたとしても、挫折し、弾かなくなってしまうよりはまし、そう思うようになりました。もちろん、正確なタブ譜があるならば、見ればよし、と考えてますが、残念ながら市販されているタブ譜を見ることは一切なくなりました。このように、耳コピをしている人は同じような経験をされた方が多いと思います。耳コピを始めた当初は、ひどいものでした。間違いようのない、とてもわかりやすいフレーズでさえ、間違ったまま弾いてました。しかし、その経験が重要だと思ってます。誤りに気づいた瞬間こそ、大きく成長した瞬間だからです。ただただ、それを繰り返せばよいと思います。私には絶対音感などはありませんし、音感はもともと悪い方だと思ってます。また、音楽的なセンスがあるわけでも、音楽的知識も浅いです。世の中には一回聞いただけで、こんな感じ、と弾けてしまう人がいます。私の場合、経験からイングベイのフレーズを、こんなものだろう、と弾ける場合もありますが、弾いたことがないアーティストの曲ですぐさま弾く能力はありません。つまり、イングベイのフレーズは耳コピしてゆく中で、
蓄積された知識に基づき、弾ける場合があるということで、そのアーティストの癖などを知っているからに過ぎません。そんな私でも耳コピはできるのです。私は凡人であり、私の耳が特別な点は一切ない、ということが言いたいのです。あなたにもできるということなのです。故に耳コピをこれからしてみようと、志を持ったあなたも、努力をすれば必ずできる、と断言させていただきます。重要なのは、ギターを手に持ち、音を出し、音の一致点を見つける、ただその繰り返しです。そのために行うべきことを辞書から説明させていただきます。私の耳コピに対する考え方を具体的に説明していきます。これから耳コピを始めてみようという方にとって耳コピというものが想像以上に難しいと感じられている方は多いと思います。もちろん難しいものもたくさんありますが、難しいからこそ手間さえかければ成し得るものです。前章でも述べましたが、誰でもできるということを認識していただきたいのです。なぜできると言い切れるかを説明します。突然ですが、皆さんは絵を描くのが得意ですか？私は絵心がなく、少し前に上手い方に教わって、多少デジタルアートで描けるようになったものの、才能がないのか、いまいちな絵しか描けません。そんな私でも時間をたくさん使う前提で模写であるならば、かなり本物に近い絵を描くことができると思います。さて、ここにモナリザの絵があります。もし、あなたがモナリザを限りなくオリジナルに近く模写するとしたら、どうしますか？絵を描くことに長けている人であっても、多少のブレは出てくるでしょう。例えば、こんな感じです。すごくうまいですね。これをできてしまう人は絵を描くことの努力を惜しまず、センスもある人であり、才能に恵まれている人なのでしょう。まさに、天才の描きっぷりと言えます。しかし、何かが少し違います。完全コピーとは言えません。天才ゆえに手心が加えられた結果とも言えます。これはこれでもちろんよく、私のような凡人に到底真似できる芸当ではないのですが、オリジナルとはかけ離れています。では、凡人がこの絵以上に完全コピーに近づくためには何をすればよいか、という話になります。その手法を説明します。まず、モナリザの絵を縦横にマスを描いて分割します。このようになります。2の1マスを拡大し、再度マスを描きます。さらに絵を分割してみましょう。分割した1コマがこれです。このコマを完全コピーするのは難しいと思いますか？容易ではないでしょうか。それでも難しいと思ったら、さらに拡大します。最終的にはドットとなってしまいました。ここまで来たら、同じマスをキャンバスに描き、マスごとに色を間違わず、塗り絵をするだけです。この作業を何度も何度も繰り返せば、最終的には完全コピーに限りなく近づけることがわかると思います。つまり、私が耳コピとしてやっていることは、これと同じ作業になります。音楽に例えると、絵が曲です。マスの一つが小節であったり、フレーズとなります。そしてドットまで拡大したものが音符となります。どうでしょうか？耳コピが少し簡単そうに感じていただけましたでしょうか？この退屈な動画をここまでご覧いただけた方は、耳コピを本気で取り組む姿勢がある方だと思います。最後に、私が耳コピを行う上での5箇条を紹介します。1、当然のごとく、耳コピができると自身を錯覚し続けます。1、聞き取れない部分は何度も繰り返し聞く。1、限界だと感じるまで、決して諦めない。1、完璧だと思わず常に自身の耳を疑う。1、結果として今、間違っても良いものと割り切る。以上となります。次回は耳コピを行うための準備編となります。実際に耳コピを一緒にやっていける環境関連の話をいたします。ではでは。